今年のガンバ大阪を見てあれって思った人いますよね。去年と何かが根本的に違う。でもその何かをちゃんと言語化できる人って案外少ないと思うんですよ。私もそれです。なんか去年よりギラギラしてる感じがして。そう、ギラギラって表現実はすごく正確なんですよ。今日はその正体を全部話します。こんにちは。フットボール天国へようこそ。今日めちゃくちゃ楽しみにしてました。ガンバの話になると目の色変わるから。まあ30年サッカー見てきてこれだけ変わったと感じたシーズンはそんなに多くないです。それだけ今年は特別。なんで今年は特別なんですか？それを今日順番に説明していきます。最後まで見てもらえれば次にガンバの試合を見る時の景色が絶対に変わる。そう断言できます。まず最初に聞きますけど、去年のガンバと今年のガンバ、試合見て何が一番違うと感じましたか？選手は大きく変わってないのに、なんか全体的にバタバタしてるというか、いい意味で世話しない感じがする。去年はもう少しゆったりしてたような。ゆったりと世話しない。その違いは何かというと、去年のガンバはボールを持つことが目的で、今年はボールを奪うことが出発点なんです。それって監督が変わったから？そこが今日の核心なんですけど、監督が変わっただけじゃないんですよ。フットボールの哲学が根っこから変わったんです。去年のポヤトス監督はスペインのポジショナルプレイという思想の人でした。ざっくり言うと、いい位置に人を置けば自然とボールと数的優位がついてくるという考え方。チェスみたいな感じですか？いい例え。まさにそれに近い。駒の配置で盤面を制圧する。芸術的で知的で美しい。でも習得にとにかく時間がかかるんですよ。チェスのルールを覚えるのって最初は大変じゃないですか。ポジショナルプレイも同じで、選手全員が今どこに立てばいいかを瞬時に判断できるようになるまで相当な時間とトレーニングが必要なんです。そっか、ルールを頭に叩き込まないといけないから。そうです。しかも難しいのが、選手間で戦術理解に個人差が生まれやすいこと。11人全員がポジショナルプレイを完全に理解して動けて初めて機能するんですが、一人でもあれここに立つんだっけってなると一気に噛み合わなくなる。去年なんかスタメンとサブの選手に違いが見える試合があったのはそのせいかもしれない。おそらくそうですよ。ポヤトス体制の3年目でもまだ全員が同じ絵を描けてないという場面はありました。それだけ繊細で完成までに時間がかかる戦術なんです。じゃあ今年のウィッシング監督のやり方はそこが違う？根本的に違います。それがドイツ流の強みでもあるんですが、後で詳しく話しますね。今年のウィッシング監督はドイツ人なんですよ。ドイツ？なんかドイツってサッカー強いイメージありますよね。強いですよね。でもドイツのサッカーって単純に強いだけじゃなくて、高強度プレスの思想を生み出した国なんですよ。ゲーゲンプレスってドイツ語ですよね。そうなんです。ゲーゲンはドイツ語で対抗する、向かい合う。プレスはそのまま、つまり迎え撃つプレスという意味になる。クロップ監督がドルトムント、リバプールで世界に広めたことで有名ですよね。ガンバのプレスってゲーゲンプレスってことですか？ここがすごく大事なポイントで、正確に言うとガンバのプレスはゲーゲンプレスに近いけれど厳密には違うんですよ。どう違うんですか？ゲーゲンプレスはボールを失った直後の瞬間的な奪い返しが核心なんですが、ウィッシング監督のサッカーの源流はもう一段階深くて、エクストリームプレスと呼ばれる考え方なんです。エクストリームプレス、また新しい言葉がこれがまた面白くて、提唱者はラルフ・ラングニックというドイツ人指導者で、レッドブルグループの監督コーチ育成の総責任者でもある人物なんです。レッドブルエナジードリンクの？そう、RB ライプツィヒとか RB ザルツブルクとかレッドブルが経営するサッカークラブがあって、そこでラングニックが体系化した戦術思想なんですよ。スポーツドリンク会社がサッカーチームを持って独自の戦術まで開発してるんですか？そうなんです。そこがまた面白い話で、エクストリームプレスの本質はボールを失ってからじゃなく、常に高い位置で組織的にプレスをかけ続けることなんですよ。ゲーゲンプレスが失った瞬間に奪い返す反応だとすると、エクストリームプレスはそもそも相手に余裕を与えない設計とも言える。能動的か反応的かみたいな？
まさによく理解してる。そしてラングニックの系譜を受け継いで実践に落とし込んだのがロジャー・シュミットという監督で、このシュミット監督のサッカーがビッシング監督に強く影響を与えてるって言われてるんですよ。ラングニックがシュミットに伝えて、シュミットの影響がビッシングに。なんか系譜って感じですね。ドイツ初の戦術の血統書が J リーグに届いてるとも言える。ゲーゲンプレスに近いと言われることが多いんですが、もっと計画的で組織的で極端なんですよ。だからエクストリーム、極限プレス。その違いって試合を見てる側に伝わりますか？伝わります。ゲーゲンプレスのチームって奪われた時にわーっと突然スイッチが入る感じがするんですが、エクストリームプレス系のチームは最初からずっとスイッチが入りっぱなしという印象になる。今年のガンバを見てて常にギアが高いと感じるのはこの設計思想から来てるんですよ。あ、それです。それ去年よりずっと全力感がある感じ。それが正解ですよ。泥臭く激しく諦めないというドイツの国民性がそのままサッカーになってるとも言えるし、ビッシング監督がその DNA をそのまま大阪に持ち込んだとも言える。だからこそ先ほど言った戦術理解の個人差という問題もエクストリームプレスでは軽減されるんですよ。どういうこと？ポジショナルプレイはどこに立つかという知的判断を常に求めるから、選手間の理解との差が出やすい。でもエクストリームプレスはボールが来たら激しく奪われたら全員で追うというシンプルな原則が軸にあるんです。もちろん組織的な約束事はあるけれど、全力で走って全員で戦うという本能的な部分に訴えかけるので、チームへの浸透が早い。なるほど。難しい配置を考えるよりとにかく奪いに行けの方が選手全員が同じ動きをしやすい。そういうことです。だから今年のガンバが監督交代1年目からここまで機能しているのは戦術の分かりやすさとも無関係じゃない。ポジショナルプレイなら2年かかるところをエクストリームプレスは1年で走り始められる。じゃあ具体的に何が変わったか、戦術の話をしましょう。サイドバックってどういう選手だと思ってますか？後ろで守る人ですよね。攻め上がることもあるけど基本は守備の人？それが10年前の常識だったんですが、現代サッカーではもう全然違う役割になってきてて、今年のガンバのサイドバックは攻撃の主役なんですよ。守る人が攻撃の主役？高い位置に走り上がって外から幅を取って、そこにボールが集まる供給源になるんですよ。クロスを上げたり縦パスを入れたり。じゃあウイングの人は何してるんですか？ここが面白くて、ウイングが内側に入ってくるんですよ。ハーフスペースと呼ばれるペナルティーエリアのちょっと外の角あたり、シュートも打てる、パスも受けられる一番危険なゾーンに潜り込む。だから去年よりウイングがゴール近くにいる感じがするんだ。そうです。気づいてたんですね。それ去年はウイングが外に張っててサイドバックが内に入ってた。今年はその逆、同じ選手を使いながら役割を入れ替えるだけで別のチームに見えるんですよ。すごい。監督の指示一つでこんなに変わるんですね。それが戦術の醍醐味なんですよ。ただこれが機能するには選手が走れることが絶対条件で、サイドバックが前に出た分後ろのスペースを埋める仕組みも必要になる。だからチーム全体が連動してないと成立しない高度なシステムなんです。だからトレーニングが変わったって聞きましたよね。そう、走る距離、切り替えの速さ、全部去年とは別物のレベルを求められてる。選手へのリクワイラメントが根本的に上がってるんですよ。次、これは絶対に覚えて帰ってほしいんですが、今年のガンバには10秒ルールというものがあります。10秒ルール？ボールを失った瞬間から10秒以内に奪い返す。それをチームの掟として徹底してるんです。10秒ってめちゃくちゃ短くないですか？短いんですよ。でも考えてみてください。ボールを奪われた直後ってどういう状況だと思いますか？相手がボールを取ったばかり、まだ整理できてない感じ？正解です。相手もパニックの瞬間なんですよ。次の展開を判断しようとしている最中に激しくプレスをかけられたらあわわってなりますよね。なる。さっきパート1で話したエクストリームプレスを思い出してほしいんですが、この10秒ルールはまさにその体現なんですよ。ゲーゲンプレスが失ったら奪い返すという反応なら、エクストリームプレスは失う前から奪いに行くという設計。でも
10秒ルールはその両方を組み合わせた失ったら即エクストリームプレス発動という形です。ドルトムントってブンデスリーガですよね。ビッシング監督はドイツ人だから、これって先生の国の言葉みたいなものですよね。そういい表現。まさにそうで、ビッシング監督はこの概念を輸入したんじゃなくて、母国語で語るように自然に使いこなせるんですよ。ラングニック、シュミットという系譜の戦術思想がドイツのサッカー文化に住み込んでるから、それが J リーグで指揮する外国人監督の中でも一つ異質な強みだと思っていて。なるほど。翻訳なしでそのまま使える戦術ってこと？うまい、その通りです。でも J リーグでそれをやるってかなりきついんじゃないですか？そこが一番のポイントで、正直最初は本当にできるのかって思ってたんですよ。ゲーゲンプレスって90分間やり続けると選手が死ぬ。体力的に。死んじゃう。だから科学的な負荷管理が必須になってくる。ビッシング監督はフィジカルコンディションの管理にすごく力を入れてて、データを使って選手の疲労度を常にモニタリングしながら起用を決めてるらしい。ラップトップ監督って呼ばれてるって聞きました。そうそう。パソコン持ちながら指示してるみたいな。でもそれが今の最先端なんですよ。感覚じゃなくてデータで判断する。そこも去年と大きく違う部分です。いやー、サイドバックとウィングの役割逆転、10秒ルールエクストリームプレス、聞けば聞くほど、あのシーンってそういうことだったのかってなる感じがします。そうなんですよ。で、今日話したのはビッシング監督がどう戦ってるかの話なんです。どう戦ってるか。後編ではなぜそれができてるのかと、この先どうなるのかを話します。それって選手の話ですか？選手の話でもあるし、データの話でもある。実はビッシング監督って今年ガンバで若手をかなり使ってるんですけど、これ若いから使ってみようじゃないんですよ。違うんですか？理由がある。データで裏付けされた理由が。そこを後編でちゃんと話します。それからもう一個、ポヤトス監督とビッシング監督、スペイン人とドイツ人、この2人の違いって実はサッカー史上の思想対立の話でもあって。思想対立、なんかすごい話になってきた。ガンバというクラブが2年連続でその実験台になってるんですよ。そしてその実験の答えが今年少しずつ出てきてる。後編前編よりも面白そうですね。ただ1個だけ、後編では今年のガンバは本当に大丈夫なのかという話も正直にします。楽観的な話だけじゃないってことですか？応援してるからこそ甘い話だけするのは違うと思っていて、本当の正念場がいつか来るのか、来るとしたらどこなのか、そこまで話して後編を終わりにしようと思ってます。それを聞いたら今年のガンバをより真剣に応援できる気がします。ということで前編はここまでです。今日話した戦い方の続きを後編でなぜとこれからにつなげていきます。フットボール天国チャンネル登録と高評価お願いします。後編もぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。スタンドに置いてきた無数の願いたち、次の朝に続くように淡く光る